はい、皆さんこんばんは。テレスノンです。ひまわりです。今日は、皮膚。あれなんとかが好きなって言わないとなっちゃうでもね、と思って。ネタなくなってきた。そっか。うん、思いついたら言う。分かった。皮膚って言ってるけど、皮膚と腹お腹のですね。で、甲羅の時も言ったんだけども、今回ガメラはその滑らかな線をいっぱい引くっていうよりは、荒々しさを出したいということで、なんかほんと点を打ちまくる感じで、ドライブラシの筆でね。ドライブラシの筆もしくはうん。普通の筆でとにかく点を打ちまくっております。はい。でこの皮膚の色がね、多分この皮膚の色が多くの人が思うガメラ3のガメラの色なんじゃないかなと思うんだよ。なるほど。始まっちゃった。これじゃなくて、そうこれハイライトか。これで甲羅の時もそうだけど、ベースとハイライト、ベースの色さは紹介してなくない？してないわ。ベースと、これドライブラシしてんだ。ベースカラーはエアブラシでピャーっと吹いちゃって、そうでね、最初最初これもドライブラシやっただけで勝ちでしょこれはと思ったんだよ。でそう思ってやってんだこれ今ね。そうで結局これじゃ足りんと思ったんだな。で点を打ち始めるんだけど、これじゃあ要は、今見ていただいた通り間違いなく明暗はついてるんだけど、それじゃもっと足りねえもっとやりたいと思って、本日ちょっと雨がすごく降っておりまして、音入ってるかな。音入ってるかもしれないですけど、これだからさ、実はそれこそさ、今ほらファレホのさエクスプレスカラーだったっけな、要するにシャデルのコントラストみたいなやつ、出てきて、多分それでもこれすごい良くなると思うんだよね。それをやって、そうダブルアンダーコートって、白と黒で明暗だけつけて、で、そのエクスプレスカラーでダーって塗って、これは今そのドライブラシが足りなかったから、やっぱ筆でやりだした。そうでなんだっけ、エクスプレスカラーでビャーって染めて、でちょっとドライブラシするだけでも多分このカメラはすごいかっこよくなるとは思う。要は溝に深い、暗い色が、そうでも俺ね、多分ね貧乏症なんだよね。ここに来てどうしたさ、多分もう40過ぎの人はもうみんなわかると思うけどさ、ちっちゃい頃、ファミコンのゲームを買ってもらうでしょ。でそれがさ、どんなにクソゲーでもさ、絶対数ヶ月はさ新しいゲーム買ってもらえないの確定だから。そうだね、誕生日とかクリスマスプレゼントとかだったから、絶対やらなきゃならないんだよ、もうどんなクソゲーでも。でクリアしたら終わるんだよそのゲームね、だからなかなかクリアしないんだよ。何の話かいやいいから聞いて、クリアしたら終わっちゃうから、ラスボス倒す前ってずっとクリアしないでずっとゲームやってるとか、俺はやってたわけさ昔。そうなんだ。それがなんかそのまま俺年取ったら残っちゃって、この買ってきたキットをなんか手早くささっと完成させることができなくなっちゃったんだよ。とにかくなんか時間かかることしたがるようになっちゃって、だから今でも教えに在庫いっぱいあるのももちろん知ってるでしょ、だからさ、だからいいからポンポン作れって話なんだけど、そうともまでは言ってないけどなんかね、これもう少しで完成ってなると、これでいいのかなって、もうちょっとなんかできんじゃないかなってね、そう考えてね、なかなか完成まで持っていけない人間なんだよね。だからすごい時間かかるんだ、ミネコの時。そうでこれも一旦にすごい時間かける人だもんね。でガメラもなんかこれなんか結構早く終わっちゃわないと思ってさ。の割にはすごい早く終わったよね。
それでも結構引き伸ばしたの自分の中では。カメラいくら値段いくら？値段4000いくら。あうんあ、にしては早いわ。今までの傾向に比べたらあれうん断然早かった。まあかなり脱線したねこれね。ああ、まあね。でまあちょっとあえてまあ時間かかることにやってみましたって話だ、うん、いや、まあとドライブラシじゃ足りなかったかでしょ。まあ私もたまにドライブラシあるけどさ、やっぱりドライブラシじゃなんていうの、はっきりという明暗、うん、ちょっとボケるっちゅうかぼや、そうそう、だからやっぱり最後はやっぱり筆でやるもんね。うんはっきりさせるために、ね、その例えばドライブラシでざっくりやって、一番明るいとこだけ筆でやるちょっと点々点ってやるだけでだいぶ話違うんだよね。これ角度があれだったね。ちょっといやまああれだね。ミスったけど。まあそうこう言いながらまあ直す？点をいやいいべ点を打ち続ける。でこれで今手やってんじゃん。そうこれちょっとこれ 1.5 倍ぐらいこ多分。れ。うん逆に遅くしてみてもらえばいいね。いやもうこれはてか点を打ってま大す。失敗だね。これもっと。おおこれだ。直したけど、今見てる人は最初からそうか拡大だけどってなってると思うけど。何言ってんだってね。まあちょっとまずご愛嬌ってことで、一発本番撮りなんだっけ。まあいいや、まあそんな感じ。もう普通の筆でまたダメにするやつじゃん。これいい筆なのに。まあしょうがない筆はいい作品を生むための犠牲になってもらうしかない。これ今日アップロードするでしょ。今日6月30日になんだっけ、ボークス札幌札幌さんに置いてきたから置いてきましたので、なんと札幌に来たらこれ見れるよ。実物見てください。これさそうドライブラシだけでも多分かなりかっこよくなると思うんだけどさ、要するにこれ筆で塗るってさ、このモデルの造形にさ、なんつうの、とことん向き合うことだと思ってんのね。まあそうだね。そう考えるとさ、やっぱ一番しゃぶり尽くせると思うんだよね、そのモデルをね。そうだね。そうだね。まあ筆で塗っている方々はいやそんなこと分かってるけどっていう感じだと思うんだけど、これやったことない人見んのかな。何を？この動画をね。動画はやったことない。いやこういうガメラとかさ、筆で塗ったことない人が果たしてこの動画を見るのかって気はするんだよね。ガメラ見るんじゃない？知らんけど。いや知らんな。私なら見ないか。これはそうこれから塗ろうとしてる人は見ると思うけど、見るかもしれない。塗った人は見ないだろうね。これじゃ真上から光が当たってる体なので、首の下とかはあんまり明るくしてないよ。なるほどね。まあ暗い色を入れてる。これ結構ね、真面目に合わせ目消したつもりだったんだけどさ、結構出てんだよね。そうなんだ。いやもう分かんない、多分分かんないと思うんだ。塗りでごまかしたから。そうなんだ。まあもともと分かんないからどこにあったか分かんない。よく見たらね分かる。まあそういうもんじゃないでもしょうがないね。ウォーハンマーもそうじゃん。合わせ目消したつもりがってあるのよ。3D プリンターとかじゃない限り絶対もう合わせ目とかって難しいんじゃない？知らんけど。だいぶ適当にしゃべったないような。肩が痛くて。そうか。塗りすぎで。ペイントのしすぎで肩痛いって。あと何かあります？いや我ながらこの体の色が気に入っている。まあいい色よね。これでも結構忠実に色出てんじゃない？このカメラで塗ったのと。そうだ。こんな感じの色だよね。そうだこんな感じだ。
まあ実際どうなのか知りたい人は札幌に見に来るしかない。今もうさお腹さ塗ってんじゃねえかと思ってるか、今この肌が終わり次第このお腹の部分の動画に行ってんで、うん途中に挟んだでしょあなた、肌の途中にお腹の部分のいやこれあれだよ、気分だよね。そう実際そんなかっちり順番通りにいかんのですよ。いやどうしようかなと思って、そのまま通りのにしよう。でも分けた方がいいよなと思っちゃう、思って別にそれは難しいとこだね。てか塗ってる時ってさ、その全体のバランス見てさ、ここが足りないと思うからもう一回そこに戻るみたいな、そうなんだよね、ことしてるからね。だからこの途中にね、第1回目の甲羅、背中の甲羅やってたからね。とかしたからね、聞けばよかった、じゃあ聞けばよかったってまあいいね。これ今まだ爪塗って、足の爪塗ってないけど、またいい上手だったね、完成の。そうですか。どうしたまあ爪頑張ったもん。すごい良かった。爪はあれだね、前の日酒飲みすぎてすっごい具合悪い日一日潰れた日に爪塗ってた。一日中寝てね、うえって寝た日。腹だ。こっからあれか、腹じゃない。もう今ので終わったのかな。違うわ、ごめんなさいって。まだ皮膚でした。もっと明るいところか。明るいところ、この点をさらに明るいところね。点を打つ範囲をだんだん狭めていく。まだまだもう一段階明るいのが来るんじゃないこの後。もう一段階来る。これはさすがにあれか、範囲が狭いからドライブラシみたいなああいうのではなくて、こういうそうだね。のでやるんだね。分かる。これつきすぎたってやってる。カリカリしてる。なんかほこりついてた。ほこりついてたんだこれきっと。ほこりか。たまにあるよね。ある。どこから来たのお前っていうのね。しかもちゃんと塗料の中で封じ込められてる時とかない？たまに。たまにあるね。ピンセットでどういうことって思うよね。これさ、なんでさ、手に持たず置いたまま塗ってんの？ね、手に持ってやるとプルプルしちゃうね。まあそれはそうだよね。これね、実はね、右手をね、左手で押さえつけながらやってるから、これ。プルプルしないように。そう。映ってないけど。なるほどね。本当は全部そうしたいの。まあなんかこの今日さ、ボックスさんでさ、拡大鏡みたいなのあったじゃん。俺はどうなんだ。あれうちらやったのね、首いかれそうだよねって。そう、すごい下向かなきゃね。いや、あれなんだ、別にあれ珍しいもんではない。すごいでかく見えたよね。結構でかく見えた。そういうのなんかこういうさ、ほら、プルプル震えるの一緒か。プルプル対策にはならない。ならないか。ただ大きく見えるだけだ。これなんか右手に封印されてるなんかを左手で押さえつけてるみたいなポーズで塗ってるから、これ。でも脇を締めるといいって言うけど。なんかいろいろある。小指をモデルにちょんって当てるといいとかね、いろいろあるけどね。これは混ぜましたよ。これ混ぜまして。これ1対1で混ぜました。1対1で。そうだね。そうしないと急に色が変わっちゃうから。これ頭映ってないよ。なんか手ばっか取ってるの。これさ、頭のさ、なんつうの、頭頂部にさ、なんつうか明暗ついてると思うんだけどさ、実際のモデルはこんな明暗つけられるようなデコボコはなくてさ、結局この点を打つことによって頭ゴツゴツしてるみたいに見せようと思ってさやってんだよ。そう。腹ポジ。いやちょっと消えたしなきゃいけないなと思ってさ。なるほど。まあそう。お腹と皮膚の一本化にしようと思ってさ。あんまりあれだった。言って
なんだあこ頭頂部ここはうんここは残しとけってそっちはちょっと重要視しなかったわ。そんな意図があると知らんかったで。これまあもっと拡大してみたらててててってなってんのかな。私もちゃんと実物しっかり見てこなかったな。あいや多分合ってる露骨にうん点々点とはなってとはなってないよ。あてかしかもあれだよね。なんだっけこのスケールアーティストだから、そうそうそううん。もう馴染みがいいから馴染みがいいから多分、そっか点々点とはならないんだ。ただね実は何回かうん普通にいつもみたいに戻ったりして線を引いてみたんだけどなんか全然違うなこれっていう感じだったの。へでー今まで通りの感じのうんハイライトの入れ方ってことうんね。そうそううんあこれお腹だ。こっからもうお腹ですね。何してんのこれ。なんかシャバシャバのあこれあれだシェード的なこれ暗いとこをまず打ってすごい今のスケールアーティストをうん薄めて水これ水水でいいやろシャバシャバにした、でねこれ腹ね検索するとねガメラのお腹は邪紋になってるみたいな。何邪魔って、でね邪紋ってググるとねなんか邪紋岩っていう岩あるんだよ。じゃあってことはヘビヘビうんへーなんかヘビの模様みたいな。でそっかこれ岩要するに岩なんだなと思ってガメラの腹っていうのはあそうなんだ。あれカエルじゃねえや普通のカメうんで白っぽいよね。カメの腹うんカメの腹ってあんま見たことないな。白っぽい。ああそうなんだ。それとはまあ違うんだよね。まあそれはそうだけどそしたらなんかおかしくなる。これ何さらに暗い色かな。これ何してるプル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 何してんのこなんか違いやったなーっつってれ邪紋岩みたいに複雑な色だからか岩みたいにするっていうことであー影とかハイライトとかいろんな色使ってんだよね。まあでも乾いてからでしょこれは。乾いてから、うんでだから明るくする時も例えばハイライトを、2回入れたとして1段階明るくした時に、2色使って明るくしてんだわ。明度は同じだけど色相が微妙に違う色をドライブラシ使ってランダムに点トントンってやったそしたら岩みたいにこれとりあえずドライブラシで明るくなるところを当たりをつけて、当たりつけてるような感じだねこ皆さん肩凝らない？この肩こり異常なんだけど年？なんだろうこれ。れ。凝るんじゃない。これもなんかさすごい動くねせっかくやったさうん肌につきそうよね。あその辺はいいの？ついてもしょうがねえなぐらい。つかない自信があるのか。ついてもしょうがないいいやぐらいな感じ。今回あれだね、スケールアーティストとかこれ多めだね。基本的に点打ちで行くって決めたからだそうそう、からかチューブメインで行こうと思って。でもファルコも使わないとボックスに出せないから。そうただねベースは全部ファレフォなのっていうのはね結局ねファレレフォが一番エアブラシで吹きやすいんだわ。濃度がシャバシャバいや単純に出しやすいチューブブじゃねえやボトルでしょ。で出しやすいってそっちね。そうそう例えば6対4で薄めるって言われた時にその6を一番出しやすい。なるほどね。でそう確かにファレフォのボトルが一番優秀でスケールのボトルってちぎれるんだよね先端が。そうなの？そうで先端がちぎれるから要するに空気にいっぱい触れちゃって次使う時にガチガチに固まってんだわ。でいちいち針で穴開けないと次色出せないってなるんだよ。スケールってあれかこれだ。これだよね。それ
それファレホ刺すわ。刺すでしょ。刺す。ファレホはそれないんだよね。ないかも。うん、ファレホは一切ない。ないわ。ファレホのボトルが一番優秀なで、エアブラシで拭くのが一番楽。確かに。でチューブ系はね、多分俺が下手なんだと思うんだけど、何回やってもね、なんかベストな濃度が分からん。あ、そうなんだ。なんかね、ビシャーってなる。ビシャーって。いい色だねこれ。うん。ファレホビシャーってなるんだ。うん、ファレホはビシャーままならないんだよ。これで結構自分でやっててね、こんなにうまくいくと思わなかった。カクカクだよね。って思ってね。確定しかないね。今度起き出した。うん。これさ、ドライブラシってさ、成長の時ってさ、綺麗になる？なんないの？残る残る。どうしても残っちゃうよね。残るけど、もう完全乾燥してるからいいやと思って。実際次使った時にその色出ますかって出ないでしょ。出る。出るそれ完全乾燥する前にやってんじゃない？いやでもそれでさ、次の色でさ、締めるじゃん。それによって。ああ、そう、そんなことないの？完全乾燥とって1日経ったらさすがに乾いてるでしょ。うん。あ、まあでもこのドライブラシ専用じゃないからね、使ってるのは100均のもっともう毛量が多くて、まあそういうように作られメイクブラシだからね、まあ違うのかもしれないけど、この前なんかだからそう白っぽいのやりたかったので、前回の赤色とかが使っちゃってさいやーってなったから色分けして使ってる。100均だからまあいいやって、白っぽいのは白みたいな、赤は赤みたいな。まさかの耳寄りな情報出てきたんじゃないこれ。いや、そうなのかな。メイク用のやつ、まあ皆さん使ってると思う。ああ、使ってそうだね。ビシ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 。あ、まあ今回はもうそれでもうちょっとでもう2分ぐらいで終わっちゃうんで、まとめをこれ次で終わんだっけのつもり。この口の中と爪とか目とかだよね。要は下の土台をどうするかな。ああ、まあ下の土台あれは別じゃない？別だな、そうだね。5分ぐらいだしな、あれは。だから多分次で終われるんじゃないかなと思っているけど。すごいね、この腹。いや、すごいわ。すごいね。あ、違う、あれもするじゃん、最後の仕上げの。あ、そうだ、あれもする。まあだから次の多くて2本じゃない？多くて2本。あれは言わないけど。いや、これね、これ真似したくなっちゃう。すげえよね、ドライブラシでやったとは思えないよね。あれ？合ってる？もう1分です。1分ないですので。もう1分か。はい、お願いします。とは言ってもやってることはこのまま特に目新しいこと発生しないね。まあね、ミネコとかウォーハンマーのやつを見てくれた人にとってはまあ別に変わらんなっていうのだけど。変わんねえな。はい。はい。じゃああと 1,2 回で終わると思いますよ。ちなみに完成品はもう札幌のボークスさんにあります。あ、ひまわりのも出てるんでよかったら見てください。実はいっぱいあるからね。いっぱい出してるんでね。いっぱい出してるからね。はい、じゃあそういうことで次もご期待ください。さようなら。